ところがそこに現れたケフカが幻獣たちを次々に魔石へと変えてしまった。そう、これは帝国が幻獣たちを欺くための嘘だったのだ。オペラセリスを AI で実写化するとこうなるのだ。セフィーだ。フェアリーちゃんなのだ。今日も AI で可愛いイラストを作っていくけど、今回はファイナルファンタジー6なのだ。オペラから世界崩壊までを AI 動画で再現していく。はじめに AI で画像を作って、その画像を元に動画化する。テキストだけでこんな映像が作れるなんてすごいのだ。今回はこちらのキャラクターの AI 画像を作っていって、最後にできた動画をつなげてストーリーを再現する。どんな動画ができるか楽しみなのだ。では行くのだ。次はセッツァーだ。 AI で実写化するとこうなった。プロンプトは黒いロングコートを着た銀髪のギャンブラーだ。かなり雰囲気が出ているのだ。ちなみにプロンプトはチチプイという AI 画像共有サイトで公開している。 AI 画像を始めてみたいという人はコピペして試してみるのだ。 X でも技術的な内容や動画の試作品をつぶやいている。そちらもよろしく頼むのだ。次はマディンだ。これって誰なのだ。これはティナの父親で幻獣だ。ちなみに召喚された姿がこんな感じだ。かなりムキムキなのだ。 AI で実写化した姿がこちら。おお、角が生えていて幻獣っぽさがよく出ているのだ。次はガストラ皇帝だ。 AI で実写化するとこうなった。で、これは犬なのだ。でも確かにドット絵は犬っぽいのだ。ちなみにファイナルファンタジー14ではガストラという犬が出てくる。元は野良犬って解説されているのだ。ドット絵だと犬っぽいが、コンセプトアートだと白い長髪とヒゲの老人だな。 AI で実写化したらこうなった。なるほど、犬の耳だと思っていたところは髪の毛だったということか。次はレオ将軍だ。前回の動画でリクエストをもらっている。レオ将軍が見たいね。好きなキャラ、そらレオ将軍やろ。というわけでレオ将軍はこうなった。プロンプトは金髪モヒカンで薄緑色の鎧を着たソルジャーだ。おお、特徴的な髪型がよく再現できているのだ。次はシドだ。 AI で実写化するとこうなった。これは言いたいことはわかるけど、もうちょっと魚を食べて死にそうな感じだと思うのだ。それはどんな感じだ。まあ少し若すぎたので、もう少し老練な感じにしてみよう。おお、ちゃんと博士っぽくなったのだ。次はデュポーンだ。こちらもリクエストをいただいている。デュポーン先生も出てきてほしかった。 FF6 に欠かせないデュポーン先生がいない。というわけでデュポーンはこうなった。全然デュポーン先生に似ていないのだ。やっぱりプロンプトにするのが難しかった。プロンプトはひし形の綿あめモンスター。体はクリーム色と紫、赤い目と大きな口、緑の牙と爪があり、空を飛んでいるにした。一言で言い表せないものは再現が難しいのだ。こうしたらいいというものがある人はコメント欄でぜひ教えてほしいのだ。次はストラゴスだ。 AI で実写化するとこうなった。おお、かなりストラゴスに見えるのだ。プロンプトはモヒカンの老人、口ひげ、黒いタンクトップと赤いマントだな。またモヒカン。これはなかなか高性能なプロンプトなのだ。最後はリルムだ。 AI で実写化するとこうなった。おお、かわいいのだ。こちらはベレー帽だからドット絵よりはコンセプトアートに近いな。こんな子が戦うところは想像できないのだ。というわけで今回はオペラから世界崩壊までのストーリーを AI で再現していく。他にも前回までに登場したキャラも出てくるのだ。では見てみよう。 AI イラストラボ。トランスしてしまったティナを助けるためには帝国に潜入する必要があった。そこで訪れたシドールの町でオペラ歌手マリアの代わりにセリスがオペラに出演することになった。セッツァーがセリスを誘拐し、それを追って飛空艇に潜入した。そこでセリスは飛空艇をかけた賭けに傘まで勝ち、セッツァーの協力を得ることができた。飛空艇でガストラ帝国へ渡り魔導研究所に潜入した。
魔導研究所では幻獣たちから魔導の力を抽出していたが、実は幻獣の力は魔石になることで発揮されるのだった。セリスが魔力を暴走させることでケフカを道連れにし、魔導研究所から脱出することができた。ティナの元に戻ると、魔導研究所から持ち帰った一つの魔石が光を放つ。それはティナの父マディンの魔石だった。幻獣と人間の子というティナの出生の秘密が分かり、ティナは記憶を取り戻すことができた。幻獣たちに協力を仰ぐために風魔壁を訪れたが、その時風魔壁の扉が開き、幻獣たちが飛び出していった。ガストラ帝国の首都ベクタは魔導研究所で仲間が殺されたことを知った幻獣たちに破壊されてしまった。幻獣たちの力を恐れたガストラ皇帝はリターナーに和平を申し入れた。さらに幻獣たちとの和解をティナに依頼した。帝国に裏があることを疑いつつも、一同は幻獣を追って大三角島のサマサの村を訪れた。そこで青魔導士のストラゴスとピクトマンサーのリルムと出会った。島の西にいた幻獣たちと話をすると、幻獣たちも和平を望んでいた。ところがそこに現れたケフカが幻獣たちを次々に魔石へと変えてしまった。そう、これは帝国が幻獣たちを欺くための嘘だったのだ。ガストラ皇帝とケフカは風魔壁の中に入り、そこで三頭身の像を手に入れた。すると地面が割れ、魔大陸が浮かび上がった。一同は帝国空軍を撃退しながら飛空艇で魔大陸を追った。ケフカはガストラ皇帝を裏切り、三頭身の像をずらしてしまう。すると魔力の暴走が起こり、魔大陸は崩壊し始めた。一同は何とか脱出するが、暴走した魔力で飛空艇は大破してしまう。さらに増幅を続ける魔導の力で大陸すら分断してしまう。そしてその日、世界は引き裂かれた。というわけで今回はファイナルファンタジー6の2回目の動画だった。次は世界崩壊後のストーリーを作成したい。次で3部作が完成なのだ。この動画の感想やこんなキャラや作品を見てみたいというものがあれば、ぜひコメント欄で教えてほしい。皆さんのコメントは動画作成の励みになっているのだ。それではここまでご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。さようなら。